こんにちは。フリーCADモデリング記録のコーナーです。このシリーズでは、細かい解説を省いて、実際の操作をノーカットに近い形でお見せする、微暴録を兼ねた資料動画です。早すぎるところは、一時停止やスロー再生を活用してください。今回は、データム面の作り方の基礎を一通りまとめました。データム面の作り方は、たくさんありますが、やっていることはシンプルです。円で位置を決める。方向で向きを決める。円と方向の組み合わせで面を定義する。この3つがデータム面を定義する際の基本的な考え方です。今回はデータム面を定義する基本5パターンを例として操作方法を一気に紹介します。それでは始めましょう。ケース1、モデルの面と平行な基準面を作る最も基本的なパターンです。モデルの面にそのままデータム面を貼り付けます。また、基準となる面から一定距離だけ離れた面を作ります。まずは、基準となる面を選択してデータム面を貼り付けます。モードは平面でアタッチします。アタッチメントオフセットで基準となる面からオフセットさせます。基準面から離れた位置にデータム面が作成されていることがわかると思います。ケース2、3つの点を通る面を作ります。3点だけで面を定義できるシンプルで応用範囲の広い方法です。面の角度は1点目から2点目へのベクトル方向がローカル X 軸方向として採用されます。また、3点目の位置によって面の放線方向が決まります。まずは頂点を3箇所選択してください。選択したらデータム面を定義します。モードは3点から決まる平面でアタッチします。これで3点を通るデータム面が作成されました。ケース3、円柱の側面にぴったり接する面を作るときに使います。回転体の加工位置決めに便利です。側面と接する位置の基準となる点をスケッチで作ります。その基準点と側面から接するデータム面を作成します。まず、円柱上面を選択してスケッチを作成します。次に、円柱の円エッジを外部投影で取り込みます。円を配置して円エッジに拘束します。これで点が円のエッジ上しか移動できなくなります。点を円エッジの好きな場所に配置してください。スケッチを終了したら円エッジの点を選択してから円柱側面の順番で選択します。データム平面を作成します。モードは表面に正接でアタッチします。円柱の側面に接するようにデータム面を配置できました。ケース4、曲線に沿った方向や放線方向など様々な向きを作りたいときに使う強力なパターンです。エッジに対して垂直方向、放線方向、接線方向などの向きを設定してデータム面を配置します。エッジの任意の位置で様々な方向の面を定義します。応用範囲が広い定義方法です。まず、スケッチを作成して基準となるエッジを作成します。ここでは円弧を描きます。円弧を描いたら点を配置します。次に円と円弧を一致拘束します。これで点は円弧上しか移動できなくなります。スケッチを終了したら円弧の点と円弧エッジを選択します。選択したらデータム平面を作成します。
さてここでモードの選択で平面位置が変わります。エッジに垂直だと円弧に対して直角の面になります。フレネ TN だとエッジに沿う向きの面になります。フレネ TB だとこの場合は円弧に接する向きの面になります。フレネ NB は曲線の放線方向で、円弧の場合はエッジに垂直と同じ向きになります。アタッチメントのモードを一覧にしましたので、必要であれば一時停止してご覧ください。フレネ形は数学的には曲線に沿った座標形ですが、フリーCADでは深く理解する必要はありません。いくつか試して目的の向きになったものを採用するという使い方で十分です。迷ったらエッジに垂直かフレネ形を順番に試す。形状がねじれるときはフレネ形を試してみてください。ケース5、曲面上に接する面を置きたいときの応用例です。イメージとしてはトタン屋根の上に板を置くようなケースだと思ってください。曲面はそのままでは方向が決まらないため、円と方向を自分で作る必要があります。このような凹凸の円弧形状のスケッチを用意しました。では、1トン補助線を引いてください。円弧と補助線を接線高速で拘束します。2つの円弧と接線拘束して両方の円弧に接する直線にします。続いて点を2個配置します。まずそれぞれの点を補助線に一致拘束します。これで点は補助線上しか移動できなくなります。さらにそれぞれの点を円弧と一致拘束します。補助線と円弧両方に拘束されることになります。つまり補助線と円弧の接点として配置されることになります。スケッチを閉じます。ここで円と円弧を選択してデータ無面を配置します。アタッチメントモードはフレネ TB を選択します。円弧に接する平面が定義できました。この平面はもう片方の円弧にも同様に接する平面となります。これは補助線が両方の円弧に接するように拘束されているためです。手順は少し複雑ですが、やっていることはシンプルです。どこに接するかを決めて、そのポイントから方向を作って面を定義しているということになります。ケース5のおまけです。ここで少し応用として円弧ではなくBスプラインのような自由曲線の場合について見ていきます。背景のように Bスプラインで破線を描きました。では円弧の時と同じように補助線を1本配置します。Bスプラインと補助線を接線高速で拘束します。はい、エラーが表示されます。これは Bスプラインが自由に形を変えられる曲線で、場所によって傾きがバラバラになることが理由です。円や円弧の場合は形がきれいに決まっているため、接線の向きもきちんと計算できます。そのため条件が合えば直線と円弧を複数の位置で同時に接するような関係も作ることができます。しかし B スプラインの場合は場所ごとに傾きが変わります。簡単に言うと B スプラインではここでも接してここでも接するという複数の条件を同時に満たすのが難しいということです。今回は対策方法の一つとして一点で接点を決めてその点の方向を使って面を定義します。まず補助線は削除して点を配置します。この点を B スプラインに一致拘束します。これで点は B スプライン上の任意の位置に配置できるようになります。スケッチを閉じたら点と B スプラインを選択してデータ無面を作成します。アタッチメントモードはフレネ TB を使用します。これで B スプラインに接する方向の面を定義することができます。面の角度を調整したい場合はス
ケッチを再度開いて点の位置を調整します。スケッチを閉じると点の位置に応じてデータの面の向きも変化します。このように自由曲線の場合は点と方向の組み合わせで面を定義するという考え方が重要になります。結局のところ点の位置を微調整しながら目的の向きになる位置を探していく方法になります。データの面は作り方の種類を覚えるよりも点と方向の組み合わせで考える方がずっと応用が効きます。どこに置くかを決めて置く位置を定義するための点を作る、どの向きにするか方向を決める、そしてその組み合わせで面を作ります。迷った時は点と方向、この2つから考えてみてください。それではお疲れ様でした。今回の作業記録動画はここまでとなります。技術的な解説は当チャンネル内の様々な動画で解説しています。ぜひ他の動画もチェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。